結論から言ってしまうとですね、違和感を放置しないっていうことなんですよ。自分の中でちょっとでも良くないんじゃないかとかっていうことに対して速攻でですね、自分の傷口を見て見ぬふりをするんじゃなくて、むしろちょっと広げに行くんですよ。わかりますか、この感覚。やっぱね、心身が健康じゃないと違和感をね、見て見ぬふりをしたくなるよね。なーなーになるし、適当にあげちゃうよね。肩こりがひどかったり、睡眠不足だったり、そもそも集中力がなかったり、集中できるね、自分の心身のね、状態がないと、自分のその傷口というか、弱いところに向き合えないから、要するに見て見ぬふりをしたくなるわけですよ。ね、初心者の頃はウィークポイントだらけなんで要するに書けないことだらけでダメなとこだらけじゃないですか、最初の頃って。それをひたすら改善するとですね、めっちゃくちゃ時間かかるんですよ。で、僕めっちゃくちゃ時間かかってました。未だに覚えてるんですけど、最初の先輩の実写アニメ手伝った時に、剣を持ってる男みたいなのを一晩ずっと書いてました一体今の塾生さんよりも全然書けないですね、みたいな絵でもうゴリゴリ書いて、頑張ったと思ってさ、で次の日の午後に見たらすっげえ下手くそなんです。そうわかる。これ何かっていうと、深夜にかけてどんどんその集中力って下がってくんですよ。もう脳みそが疲れてるから、大していい絵なんかね、夜中に描けないんです。実はあれ夜中に進むなっていうのはあれ嘘で、夜中は、集中力がどんどん下がっているので、能力が下がっているので、自分の、判断基準が甘くなりガバガバになってんですよ。皆さんちょっと冷静になって思い出してください。本当に夜中に描いたものいい上がりってありますか？そういうこともなくもないんですけど、何日も寝ないで描いた絵ってやっぱりそんなに良くなんないですよ。やっぱりね、もうコンスタントにちゃんと休みながらちゃんと描いてる人には、最終的にはかなわないですね。違和感に気づくためには常にコンディションを、万全に整える必要があるよということ。違和感を放置する癖がある人はやっぱ絵もそうなっちゃうんですよ。今までずっとそれが正しいと思ってきたことをひっくり返さなきゃいけない可能性があるわけ。あれずーっと俺10年間同じ絵の描き方してきたんだけど、それが大間違いでしたみたいな。アニメーター自分ずっと向いてないのは分かってるけど、それに目をつぶって無理やりやってきたけど、体力的にも金銭的にもいろんなものにやっぱり限界が来て、やめた方が今後の自分に関していいだろうみたいなさ、こういう人生の選択みたいなのあんじゃん。これね、多分違和感はね、早いうちに気づいてたはずです。これが間違ってるとは言わないが、自分にジャストフィットではないということに気づいてたはずです。例えば机の周りって絵描く時って選択の繰り返しなんです。アナログだったら鉛筆、消しゴム、定規、それをいちいち探してたら積算された無駄な時間って結構半端ないんですよ。で、これ一見めんどくさい、一見大変そうに思うじゃないですか。その自分の身の回りの掃除、それした方が最終的に効率よくなるんですよ。だけどみんなめんどくさいからやらないでしょ。いきなりみんなにスムージー飲んで筋トレやれって言いませんまず机の周り掃除しましょう。これまず一番大事です。机の周りもっとこれよくできないかなっていうことで、これが整理する思考訓練になるんですよ。で、この整理する思考訓練がどこにつながるかっていうと、絵描く時の優先順位の取捨選択につながるんですよ。簡単に言うと、顔も見せたい、おっぱいも見せたい、お尻も見せたい、そしてこのひらひらも見せたい、あと奥にいるやつも見せたいみたいなさ。技術があったら全部見せられます。だけど技術がないと一個も見せられません。なのでまずあなたはですね、第一ステップとして顔だけ、あるいはその胸だけ、お尻だけ、分かんないけど、その男だったらかっこいい筋肉のこの部分だけみたいな、ここを一番見せたいってところをまず1個に絞りましょう。見せたいものは1つ、2つも3つも4つも5つも、表現できません。それ技術があったら一度にですね、1枚の中でいろんなものをですね、視線誘導して見せることができるんですけど、一個一個ね、改善した方がいいっすよ。ほとんどの場合、絵って思考術なんですよ。思考の整理術みたいなところがあります。思考が整理されていればいるほど絵がどんどん、見やすくなります。簡単に言うと。で、自分がやりたいことがはっきりするから、表現したいこともはっきりしてて、見やすい絵、そして自分の練習もね、
はっきりしてくる。何でもいいけど、これはきっとこうなんじゃないかなって推測でも何でもいいから、その違和感があったら口にしてみるってことなんですよ。これでどうかなみたいな様子見るんですよ。自分で言葉を置くんですよ。そんでもって、一回その置いた言葉に対して今度違和感がまた生まれたりするから、いや、もうちょっとこっちだな、みたいな感じでまた別の言葉にしたりとか、別の考えにしたりとかして、っていう風に曖昧なことをとりあえず一回言葉にしてみて、間違いでも何でもいいからとりあえず感想を言ってみようよって話ですよ。気持ち悪いってことだけはわかるんですけど、なんで気持ち悪いかどうかはわかりませんみたいな。これでいいんです。一旦最初はこのぐらいからスタート。少なくとも好きか嫌いかはわかるじゃん、みんな。ここに嘘ついたらね、それは良くないですよ。本当好きか嫌いかぐらいはわかりません。ただ今まで自分で好き嫌いとか判断そのものを、してはいけない環境にいた、心の檻の中にいるような人はですね、違和感ビギナーとしてですね、好き嫌いぐらいから始めて、自分にとってなんでこれはそう思えるのかっていう風に、徐々に深掘りしていくね。自分に対しての違和感を、なくすっていうことがどういうことで重要かっていうと、簡単に言うと、人に言われてへこまなくなるんですよ。これ時間が経過すればするほど良くなることってないですから、違和感ってね。これね、ほんと絵もそうなんですけど、最初にこれダメだなと思った構図とか、テーマとか配置とか、これね、どうにかしようと思ってもね、絶対良くならないです。最初に気づいた違和感は小さくなることはないです。大きくなることはあっても。これはもう僕の中でのもう鉄則です。初期に気づいた違和感は大きくなることはあっても小さくなることはない。ね、これは本当マジでみんな、これだけは言えると思います。違和感はね、小さくなりません。大きくしかなりません。ということは、その違和感の元から立たないと、マジでどうにもならないです。